皆さんこんにちは。今回はフィモーラに新搭載された2つの音楽生成 AI 機能、スマート BGM ジェネレーターと AI サウンドエフェクトをご紹介します。ロイヤリティフリーの AI 音楽で素材探しや権利の確認にかかる時間を大幅カットして効率的な動画編集を実現しましょう。以前からあった AI 音楽ジェネレーターとの使い分け方も紹介するので、チャンネル登録と通知をオンにしてぜひ最後までチェックしてください。動画編集ソフトフィモーラをまだお持ちでない方は公式サイトからゲットしてくださいね。スマート BGM ジェネレーター。 AI が動画の内容に合わせて BGM を自動生成してくれる新機能が登場しました。スマート BGM ジェネレーターはプロンプトの入力や細かな設定が不要で、音楽生成を全て AI にお任せできるのが特徴。使い方は2種類あります。1つ目は編集中の動画に対して BGM を生成する時の使い方。タイムラインに編集中のクリップが配置されている状態で、ツールバーからスマート BGM ジェネレーターをクリックして起動します。スタートをクリックすると AI がタイムラインに配置された最後のクリップまでの内容を認識して、ちょうどいい雰囲気と長さの BGM を自動生成します。生成にはある程度の時間がかかりますが、非表示をクリックするとバックグラウンドで生成させておいて他の作業を行うことができます。生成の進捗はここから確認できます。これで BGM が完成です。今回紹介するのは1994年の作品、アメリカクライム映画というジャンルですね。この映画初めて見たんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。 BGM の音量が大きすぎる場合はナレーションなどメインのオーディオクリップを選択してオーディオダッキングをオンにすると、声が重なっている部分を自動的に抑えてくれます。今回紹介するのは1994年の作品、アメリカクライム映画というジャンルですね。覚えておくと便利な機能ですね。離れた位置にクリップが残っていると、そこが動画の最後だと認識されてしまうので注意が必要です。動画全体ではなく特定の部分だけに BGM をつけたい場合は、その部分だけを選択して右クリック、サブシーケンスを作成します。作成したサブシーケンスをダブルクリックして、ここでスマート BGM ジェネレーターを使用しましょう。メインタイムラインにはここから戻ります。日常で映画のシーンになり得ない部分も前後に広がりがあるんですけど、もう一つの使い方は動画ファイルに対して BGM を生成する方法。こちらはスタートページのツールボックスから起動します。ローカルに保存された動画ファイルを選択してスタートボタンを押すだけで生成が開始します。完成した BGM は AI が動画の内容に合わせて生成しているので細かな指定はできませんが、動画に対して BGM のイメージが湧かないときや手早く音源を用意したいときに重宝する機能なので便利に活用してくださいね。 AI サウンドエフェクト。続いて紹介するのは効果音やジングルを生成できる AI サウンドエフェクトです。オーディオタブを開いてアクセスします。生成したい効果音やジングルの説明をここに入力して、設定から長さと曲数を選択、生成ボタンをクリックしてしばらく待ちます。生成が完了したので聞いてみましょう。気に入った効果音が見つかったらタイムラインに追加して使用することができます。とても簡単に動画に効果音をつけることができました。ぜひお試しください。3つの AI オーディオ機能。フィモーラ14には今回新たに追加されたスマート BGM ジェネレーターと AI サウンドエフェクトの他に
5分までの音楽を生成できる AI 音楽ジェネレーターという AI 機能があります。基本的な使い方は AI サウンドエフェクトと同じようにテーマや設定を決めて生成を押すだけ。一度に最大6曲を生成して動画編集に使うことができます。3つの機能の特徴を表にまとめたのでご覧ください。スマート BGM ジェネレーターと AI 音楽ジェネレーターは長い音楽を生成できるのでシーンによって使い分けるのがおすすめです。テーマなどを細かく指定する必要がない場合や動画にぴったりの長さの音源が欲しい場合はスマート BGM ジェネレーター、何曲かの中から最適な音楽を選びたい場合は AI 音楽ジェネレーターといった具合で使い方や消費する AI クレジット数を見て選びましょう。 AI クレジットの消費ルールはこちらのページにまとまっています。概要欄に URL を記載しておくのでチェックしてみてください。音楽素材探しを効率化して動画編集を時短できるのでぜひ活用してみてくださいね。以上、フィモーラの音楽生成 AI 機能の紹介でした。この動画が役に立ったらチャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。動画編集にまつわる質問やリクエストがあればお気軽にコメント欄や公式 SNS へお寄せください。それでは次回もお楽しみに。